岩手県盛岡市。中津川のせせらぎと大正時代の面影が今も息づくこの町。実はニューヨークタイムズにも訪れるべき場所としてロンドンに次いで世界第2位に選出された町でもあります。そんな盛岡の夏を旅しよ着きました、盛岡。いやもう最高だね。本当だよね。東京より涼しい。そうなんだよ。しかも湿度もさ低いね。ねえ。これ有名な開運橋だ。縁起のいい橋ですね。明治時代にうん。は盛岡の駅ができて、いはいはい。町から駅につなぐためのうん。は橋で、あ。この駅含めて町が発展しますようにっていうので開運橋ってつけたんですさ。あ、そうなんだ。あら、奥に山も見えてる。わあ、景観がいいですね。あれ岩手山かな。あ、そっか。う。今回はあいにくの空模様でしたが、晴れていれば南部肩富士と呼ばれる岩手山の雄大な姿が見えるそうです。ニューヨークタイムズに載った時のうん。盛岡の評価が、うん。歩いて回ることができる宝物のような街って言われたらしくて。めちゃくちゃ素敵やん。歩いてさ、うん。こう大きい観光地があるっていうよりはこう点々ともういい場所があるよねみたいな。はあ、はあはあはあ、しかも歩いていけるよねっていうので、うん。ウォーカブルジェムって言われて。あら、素敵な表現。素敵だね。ウォーカブルジェムタウンらしいので。宝石のようなこの町でまず向かうのは地元で長く愛され続ける盛岡のソウルフード。そろそろはい、盛岡のソウルフードが見えてくると思うんですよね。腹ペコですよ。お、ソウルフードちなみに発表するとコッペパンです。コッペパン。コッペパン。てっきり麺だと思ってま麺はですね、この後行きますよ。す。おしゃれな空間です。おしゃれだわ。あ、あれじゃない？あれなの？福田パンは地元で愛され続けて70年以上。およそ50種類の具材から好きな組み合わせを選んでその場でサンドしてもらいます。うわ、美味しそう。ねえ、美味しそう。何を隠そう、うん給食のコッペパン大好きだったので、あ、そうなの？キュッて出てくるジャムと思ったり。い懐かしい。今もあれなのかな。ただきます。おお、美味しい。うわ、美味しい。あんこ結構甘いんだけど、ピーナッツはそんなに甘くないから、すごいハーモニー。私の思い出のカサカサコッペパンと全然違う。あ、そう。ハンバーガーとかのバンズっぽいふわふわ。めちゃくちゃ美味しい。そうだね、確かに。お、美味しい。うん。うまっ。なんかね、ポテサラも入ってるって言ってて、あと最後からし塗りますかって言われたんだけど、お願いしますって言ったらめっちゃうまい。全然味の想像がつかない。美味しいよね。めっちゃうまくな何ですかこれは。い？ね。これがチキンミートです。うわ、美味しい。ポテトとマヨとからしと、そのお肉うん。が完璧に調和しているね。
1948年からやってんだって。えその戦後、うんあんまり物資がなかった中で、うんこう学生たちにお腹いっぱい食べてほしいっていうので始めたらしくて、あ、そうなんだで。その時、うんそのあった物資の1位2位があんことピーナッツだったし、ピーナッツバター。そっからどんどんさ、うん種類が増えてさ、なるほどね。ね、あれだね。で、魚町商店街だって。立派な商店街。なんか駅前から随分離れてるけど活気があるね。ね。なんか地方でこれだけ商店街元気だとウキウキしちゃうね。いや、わかる。ちょっとフラッと入ってみたくなる。うん。どうしたんですか。もっちゅりん売ってた。東京であれだけ探してなかったのに。東京にはもうね、並ばないと売ってないでおなじみのよかったね。いい街です。もうチュリンでさ、視聴率バーンってなってるかもしれない。あそこのミスドなら売ってる。いけいけいけってなってるかもしれない。でもずっと探してたもんね。うん、そうだね。なんかさ、並んで買いに行くっていうのもちょっとね。そうだね。だったらお子さんたちを優先したいなみたいな。そうだね。あるじゃない。そこまで大人げなくないですからね。そうそうそう。でも並んでますって言うんだったらちょっと買わせていただいてもっていうことで。逆にね。逆に。モッチュリン側がね。成立してくださってるんだったらちょっと買わせていただきます。成立してたもんね。成立してたよ。なんかおしゃれなの見えてきたよ。あ、ね。あれがさ、旧岩手銀行本店らしいんですよ。へえ。なんかさ、何かに似てるね。あ、そうなんですよ。東京駅を設計した人と同じらしくて、東京駅と似てない？だからだ、そうだね。東京駅っぽい。東京駅を設計した辰野金吾氏が明治44年に手がけた旧岩手銀行。欄間装飾っていうんだって。へえ。アーチ作ってそこにこうデザインを足す。へえ、おしゃれだな。ねえ。実際に銀行として2012年まで使われていました。扉の前がさ、おばあちゃん家の匂いした。不思議と懐かしくなる。わ、なんか可愛い建物。わあ、なんかひときわ目立つね。なんか消防署のさ、ランプみたいについてるね。あ、本当だ。ちょっと行ってみます。先折りっていうんだって。浴衣を裂いて糸としてもう一回折る。あ、そういうことなんだ。かわいい。わ、かわいいね。コースター。めっちゃいいな。ティーマップ。お気づきですか？私の買い物スイッチが入った。うっすら気づいてました。今ではカフェや雑貨店として親しまれる今夜町番屋。明治24年に消防の拠点として建てられ、100年以上にわたってこの町を見守り続けてきました。
あ、待って、鍋敷売ってる。あ、鍋敷欲しい。こっちかな。どうですか。それがいいと思う。これにしよう。貴重なマグネットが売っています。あ、出た。これ買おうよ。これ買おう。すぐマグネットを集めるでおなじみですから我々。玄関に貼りますからね。盛岡三大麺おお、食べましょお昼ご飯。う。三大麺のうちちょっとね、じゃじゃ麺食べてみようかと思ってるんですよ。じゃじゃ麺。じゃやった。盛岡じゃじゃ麺。あ、あれですね、あれですね。やったやった。盛岡じゃじゃ麺は盛岡冷麺、わんこそばと並ぶ盛岡三大麺の一つ。平打ち麺に肉味噌、きゅうり、ネギをのせ豪快に混ぜていただきます。うん。うん。あ、でも味濃い。美味しい。味噌がめっちゃ濃厚。でなんかね、結構魔改造した方が美味しいらしいんですよ。自分好みに仕上げるのが盛岡流なんだそうで、おろしにんにく、おろし生姜、ラー油、酢を迷わず全部入れてみます。全然別物。おお。うわ、さっきちょっと味濃いって言ったじゃん。このトッピング入れたら、とがりととがりが均密になってまろやかに。持ってきてくれた時にさ、まだ上がってる音したらギリギリきた。へえ、揚げたてだ。ね、天の中でちくわ天が一番好きなんだよ。全天の中でちくわ天が一番好きなんだよ。全天の中で。天ぷらのこと全天とか言わない。聞いたことないんだよ。まあそうだ。マジ食べるちくわ天のベストです。あ、本当。マジで美味しい。じゃじゃ麺の締めといえばチータンタンは欠かせないそう。残った肉味噌に卵を加え、麺の茹で汁を注いで出来上がり。濃いめの肉味噌があっさりスープに大変身です。あたいのアレンジを知りたいよ。あ、いいですか、教えていただいて。生姜にんにく1。味の変化をお楽しみください。おかしいな。今日私初心者のはずなんだけどな。美味しい。あ、美味しい。これも盛岡城跡のお堀だね。そうだね。綺麗に整備されてる。こんな感じで残ってんだね。うん。いいなぁ。いいね、なんか。東北の中でもお城の石垣でこれだけ大きい石を使ってるのって盛岡城が一番なんだって。めちゃくちゃでかいもん。すごい綺麗だよね。ね。一個一個大きく切り出したのを重ねてるからすごい美しいよね。東北の城は土塁が主流の中、盛岡城は
総石垣造りという珍しいスタイル。会津若松城、白河小峰城と並ぶ東北三大名城の一つに数えられるほどの美しさです。これは戸雲橋だって。戸雲橋っていうんだ。二の丸と本丸をつなぐ橋。はあ。こういうさ、外旅でも結構何百年前にお城があってとか神社があってっていう場所に来るけどさ、すごい好きなんだよね。これやっぱ時をね感じるよね。やっぱそういうところを見ると、石垣一つとっていうのもそうだしさ。そう、これだけ今森の香りがする場所になってさ、現代ではお城は使わないけど、こう市民の憩いの場として再生してる感じがさ、いやそうだね、本当になんかうまく言葉にできないけどすごく素敵だなと思う。特に何があるわけじゃないっていう場所なのかなと思ってたんだけど、歩いてみるとすごく気も良いしさ、空気もすごく綺麗だし、いい場所だね。いいよね。ベロンってなって。これどうなってるんですか？ベロン。やりたいだけです。そういうお店じゃない。そういうお店じゃないんですよ。最高すぎる。私大好きなんですよ、レトロ喫茶店。でそのレトロ風喫茶店はさ、いっぱい東京にもあるんだけどさ、本気のレトロ喫茶店って少ないじゃないかと。そうだね。すごく癒される。なんかね、今年で55年だから昭和の40何年とかからかな。あ、そうなんだ。盛岡発の紅茶専門店でオープンして、それからずっと紅茶が有名。あ、そうなんだ。そう。楽しみ。素敵ね。カップかわいい。ね、めちゃくちゃおしゃれ。危ない危ない。え、どこのか。こぼれそうだ。美味しい。なんかちゃんとコクがある紅茶。あ、本当。ミルクに負けてないの。なんかこの紅茶にお好みで生クリーム。
コーヒーだとあるけどさ、紅茶で生クリーム入れてって初めてかも。珍しいよね。ね。どんな感じなの？おお、あ、味が全然変わる。美味しい紅茶。なんかメニューにもさ、さすがもともと専門店なだけあってめちゃくちゃ紅茶の種類もあって。どう？他の紅茶と違う？アッサムとかに近いミルクに負けない濃さがある紅茶なんだけど、渋みがないからすごい飲みやすいし、なんか一杯飲んでも全然なんだろう、くどくない感じ。でも生クリーム入れるとなんかより紅茶の香りが出た。不思議だね。うん。ティーフロートいいな。これめちゃくちゃ美味しい。人のアイスって一番美味しいから。いいですよ。いいですけどね。すっごい美味しいよ。すっごい美味しい。うわ、卵の香りがすごい。あ、そうだ、卵だ。そう、すっごい卵の香りと風味と。うわ、紅茶も美味しい。ね、紅茶も美味しいね。あ、これちゃんと入れてる紅茶だね。で今回ね、なんかちょっとこうアイスが固まらなくてすいませんって言われたんですけど、全くそんなことない。なんかすごいさ、お気遣いをいただいてね。いつもより少しだけアイスの形が全然問題ないですね。すごい素敵な店員さん本当だよね。これは長くね、こう地元に根付いていけるお店だなって感じました、私。池田さん、はい、もう55年やってる。55年やって半世紀超えちゃってんだよ。これは続くなじゃないね。続いてたよ。続けてきてくれてる。そういうことですね。すごくいい喫茶店だったね。めちゃくちゃ良かった。いやー、もう雰囲気も味もだけど、店員さんたちがみんな優しかったね。素敵すぎるよ。なんか1階のさ、我々2階にいたんだけど、1階のカウンターに座ってた方がさ、常連さんの方でさ、常連さんと親しみある店員さんすごいいいよねって通い詰めちゃうもん、近くにね。だからいい街だ。いい街です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回も僕らと一緒に旅しよう。